ご視聴ありがとうございます。今回は都心の地下鉄で進む大工事のご紹介です。悪名高き混雑路線が変わるための施策を各駅の様子を交えて解説します。世界初のプロジェクトが中止になる異常事態の理由とは一体何なのでしょうか。ここは東京メトロ東西線茅場町駅です。東西線は文字通り東京都心を東西に貫く路線で、両端の西船橋と中野でそれぞれ他車線と相互乗り入れしています。路線のおおむね東半分からの通勤通学需要も引き受けているため、朝の中野方面行きは大混雑となります。2019年度には混雑率 199% を記録し、国内ワーストとなっていました。東京メトロも対策に力を入れており、各駅ではホームが拡幅され、2010年には幅 1.8 メートルのドアを備えた15000系が導入されました。そしてこの茅場町駅の西船橋寄りに気になる光景があります。壁面の仕上げが一部分だけなくなり、トンネル壁面が露出しています。床にもタイルがない部分があり、ホームの中ほどよりも綺麗でない感じです。そしてトンネル側壁の仕上げがないのは、こちら側だけではありません。ホームの反対側も仕上げがなくなっており、床には緑色のシートがかけられています。ホームの突き当たりがこちらです。中央の仮囲いを挟んで左は線路側に壁があり、壁自体も古いのに対し、右は線路側に壁がなく、真っ白な柱が並びます。この柱は40メートルほど先まで続いており、線路際にはネットのかかったフェンスが続きます。右側を進むと通路の半分を使う階段があり、幅が狭いため上り専用となっています。そして柱もあって幅が狭い通路を進むと、左側から来た通路と合流します。一方左側を進むと、すぐに床と左側壁の仕上げが変わり、通路はこの先で右側から来た通路と合流しています。正面のエスカレーターを上がって折り返した先では、上の階層もまだまだ工事中です。階段を過ぎたところで柱の仕上げが変わり、ここを左奥に進んだ先にあるのが、この駅で接続する日比谷線の中目黒方面ホームです。両線の接続駅はここだけで、それぞれのルートが大きく異なるため、この駅で乗り換える乗客が終日見られます。特に東京東部などから東西線を利用し、この駅で日比谷線の中目黒方面に乗り換える乗客が多く、混雑が悪化していました。両線のホームは L 字型につながっており、特に東西線と日比谷線の中目黒方面ホームとを結ぶ動線は、東西線ホーム西船橋寄りの突き当たりにあった1カ所だけでした。ここに乗り換え客が集中し、慢性的な混雑を招いていたのです。相対式だった日比谷線側では過去にホームを拡幅したものの、動線の少なさが課題で残っていたため、東京メトロは大規模改良に着手します。動線を増やすと同時に、エレベーターを整備してバリアフリー化を図るものです。この改良は日比谷線の北千住方面ホームにもかかっており、東西線ホームの中ほどでもエレベーターが新設されています。先ほどの仮囲いがあったところにはかつて幅いっぱいに階段などがあり、動線の新設にあたって部分的に解体されていました。左側の通路には、かつてあった階段の跡と思われる斜めの跡が残っています。仮囲いの中にあったエスカレーターは更新工事に伴って解体されていますが、将来再設置され、代わりにあの幅の狭い階段が廃止されます。ホーム幅に比べて動線の幅が狭いのは、先ほどの図にもあった通り、新設した範囲をホームとして共用し、中野方面行き列車の停止位置をずらして混雑を緩和させるためです。ちなみに新設部分はもともと駅ではなかったために勾配があり、ここから中野方面を見ると、勾配が変化しているのがわかります。そして東西線ホームの中野寄りでは、中野方面の側だけ壁の仕上げがありません。ここに車両が止まらなくなることから、リニューアル工事の時に仕上げが省略されているようです。また、ここは曲線にかかっており、ホームとの隙間を埋めるための部材があります。それほど急なカーブではありませんが、安全性が向上するのは好ましいですね。この工事は、もうしばらく続きそうです。次の駅が、4駅隣の南砂町駅です。こちらでは側壁の仕上げが完全に取り払われ、コンクリートが剥き出しになっています。また、天井の仕上げも外されており、大規模な工事であることが伺えます。駅自体は直線的だった茅場町とは違い、こちらはほぼ全体がカーブしており、ホームとの隙間を埋める部材が並びます。これまでの映像からもわかる通り、
この駅の階段などはホームの両端にしかありません。南砂町、南砂町です。足元にご注意ください。この駅は見通しが悪いため、終日駅員が立ち会います。そして全体が工事中なのは、反対の中野方面行きホームも同じです。こちらは仮囲いになっていますが、茅場町で見た白いものとも異なる、あまり見かけないタイプです。この仮囲いは断続的に続き、ホームのほぼ全体に広がっています。そしてその中間に、壁面に穴が開けられた場所が、縁が丸くなっているのは、コンクリートをドリルでくり抜いたものだからです。そしてこの穴の向こうは、先ほど見かけたような部材で塞がれています。そう、この駅ではトンネルの側壁が壊されているのです。先ほどの穴は、コンクリートを壊すテストに使ったもののようです。そしてホームの中野寄りでは仮囲いの形状が微妙に変わり、左上が斜めになっていたり、細かな部材が加わったりしています。そしてこちら側の端は反対側とは違い、仮囲いがありません。ここで向き直ると、仮囲いの裏側には別のトンネルがあり、線路も敷かれています。光が差し込んでいることから、後から作ったトンネルと新しく敷いた線路のようです。このトンネルの幅はだんだん狭くなり、線路の間の柱も奥では簡素な作りになっていることから、この線路を合流させることになりそうです。そして中野寄りではホームから建設途中のトンネルが見えるのに対し、西船橋寄りでは既存のトンネルの横で建設が進むトンネルを全面展望で見ることができます。ここで進む工事こそ、東西線の混雑緩和プロジェクトで最大の規模を有するものです。南砂町駅では、中野方面行きの線路の隣に線路とホームを増設して、2面3線の駅に改造する工事が進んでいます。これにより、朝ラッシュに混雑する中野方面行き列車が2つの線路を使えるようになり、遅延を防止できます。そしてこの工事では両線の間に渡り線が新設される予定で、西船橋寄りの上下線の間にある柱はすでに壊されています。現在ホーム両端にある階段などがすべて廃止され、ホームの中央寄りに動線が新設されます。一方、夕方のラッシュ時の混雑は朝より緩やかです。中野方面の混雑対策だけなら不要な渡り線を設ける理由が、この駅の先にあります。先ほどの全面展望で光が漏れていたあの場所で東西線は地上に出て、終点の西船橋まで高架線が続きます。これは当時、この高架区間が市街地になっておらず、地下線にする必要がなかったのと、地上に出てすぐの場所にある川を鉄橋で渡るためです。そしてこの高架線の最初にある、全長 1.2 キロを超える荒川中川橋梁では、過去には竜巻で列車が転覆したこともあり、悪天候で運休になることもあります。ただし南砂町駅には折り返し設備がないため、ダイヤ乱れ時の折り返しは隣の東洋町駅で行われています。折り返し運転ができる廃線にすることで、ダイヤ乱れ時でも南砂町までは列車を走らせることができるようになります。そしてこの駅は、地下区間で唯一、快速列車が止まらない駅です。日中は毎時8本と、東西線の中でも本数の少ない駅の一つですが、商業施設のオープンなどもあって乗降客数は増加しており、混雑が激しくなっていました。この駅のホーム幅はどこもそれほど変わらず、おおむね6メートル程度と少々狭め。ホーム自体がカーブしていることもあり、安全上の懸念も高いです。周辺写真を見ると、あえて大通りから外れている上、駅の西側には急カーブがあります。まっすぐ線路を引けそうにも見えますが、実はこの駅、建設当時は駅自体が運河の真下にあったのです。狭いホーム幅や、駅西側にある半径200メートルの曲線は、周りの構造物との兼ね合いによるものです。その後運河は埋め立てられ、今回の改良工事によって駅自体が南に拡張されることになったのです。一方先ほどの図では、既存のホームの端も改良対象になっています。実は今の西船橋方面ホームも拡幅される予定で、側壁の仕上げが外されていたのはそのためです。側壁にはボコボコになって鉄筋が剥き出しになった場所があり、ホーム上には円形のマーキングもあるなど、工事がまだまだ続く様子が伺えます。地上へと向かいます。こちら側にはエレベーターはなく、バリアフリー対応ではありません。壁際に配管がびっしり並んでいるところが、年季の入った雰囲気を際立たせます。
建設当時は運河の真下だったものの、すぐ東側で地上に出ることもあって深さ自体はそれほどでもなく、割とすぐに地上に到着です。この辺りは地表の海抜が低いため、通常のシャッターではなく頑丈な防水扉があります。この扉、後でまた出てきますので、覚えておいてください。周りには仮囲いが並び、正面の通路は塞がれ、現在の通路は向かって右側にあります。通路の横からは、建設中の構造物や、先ほど光が差し込んでいた場所がよく見えます。現在こちら側の出口は1箇所しかないものの、将来的に出口が増やされるようです。西船橋寄りに進みます。高い仮囲いは間もなく途切れ、左右はそれなりに見通しが良くなります。駅自体をほぼ作り変えるだけに、確保されたスペースも広いです。そして奥にある道路を横切り、さらに右奥にあるのが、南砂町駅の3番出口。エレベーターで地上等を移動できる出口の一つです。先ほどの出口より綺麗ですが、このさらに右側では地上に鉄骨が突き出しており、工事の真っ最中なのがわかります。ちなみにこの出口の横にある公園には、かつて東西線で運用されていた5000系のカットボディがありましたが、この改良工事に伴って公園が改修された際に撤去され、すでに残っていません。綺麗な出口から地下に入ると、改札の手前には簡易的な作りの階段があり、トンネルの天井も壊されています。改札周辺は中野寄りのものも含めてまだ手つかずのようですが、遠くないうちに様変わりしそうです。なお、地上の看板には、完成予定はあと3年余りとあります。そして今回最後にご紹介するのが、茅場町と南砂町のちょうど中間にある木場駅です。ホームを降りてすぐ、先ほどの2駅とは違うのがわかります。ホームの幅はおよそ3メートルと、東西線の各駅ではトップクラスの狭さ。駅が単線シールドトンネルで掘られ、そこに線路とホームを収めたからです。改札階への動線はホームの両端にしかなく、ホームがつながっているのも両端だけ。この種の構造の駅ではホームの途中に通路を設けるのが一般的ですが、この駅にはそうした通路もなく、駅前後も単線シールドトンネルが続くため、列車の進入進出時には暴風が吹き荒れます。地上へ向かいます。この駅の深さは、地表面から20メートル余り。東西線の中では圧倒的に深い場所だったので、他の駅よりダントツに多い14台のエスカレーターが設置されました。ただし動線は蛇腹状になっており、改札階までは何度も乗り換えなくてはなりません。エスカレーターを乗り継ぎ、折り返した先に改札口があります。周りはそこそこの広さですが、動線が貧弱な印象です。深さ20メートル超えだけあって、地上までは結構時間がかかります。この駅も周りの海抜が低く、南砂町駅にあった防水扉はここにもあります。これだけだと単に深くて動線が狭い駅ですが、この駅の大プロジェクトはまだ見ていないところにあります。先ほどのカットでは車両の影になっていましたが、ホームの途中から線路側の側壁がなくなり、そしてホームの天井も仮設のものに変わります。この構造は、隣にあるホームも同じ。その先では側壁の一部が解体され、仮囲いで塞がれています。これは隣のホームでも同じですが、この駅はもともとホームの途中に2つのホームをつなぐ通路がないので、工事のために作ったものです。中野寄りの終端部に到着です。改札への動線の作りは、一番端にエレベーターがある以外は反対側とそれほど変わりません。そして改札を出た先に、この駅が抱える課題がわかる場所があります。エレベーター専用改札を通り過ぎた先で、左後ろに動線が分岐しています。そして、なぜかエレベーターで降りた場所と、エスカレーターの途中にある防水扉。この出口はガラス張りで、先ほどの出口より新しいものです。そして出口の横には交差点が、駅自体はこの先で、中野寄りの出口はいずれも交差点を越えたところにあります。この交差点を渡ると、道路のアスファルトが剥がされ、パネルが敷かれています。これは復興板と呼ばれ、トンネルなどを掘り下げている間に地上の交通を確保するためのものです。そして横断歩道の奥にある看板には、地下鉄改良工事中の文字が。木場駅で行われているのが、中野寄りのホームを拡張し、改札階までの動線を増やす工事です。西船橋寄りにはほぼ手をつけない予定で、天井や仕上げが残っている場所があったのは、
駅全体の改造ではないからです。2つある動線のうち片方を強化するのは、この駅の立地のためです。この駅は中野寄りが交差点の真下にあり、周囲の施設の関係上、こちらの方が人が多く集まって混雑が激しくなります。特にこの20年足らずの間に商業施設がオープンするなどし、乗降客数が増えたため、後から出口が追加されました。建設当時はこのような事態は想定できなかったのもありますが、そもそもこの駅のホームや動線が貧弱なのには、また別の理由があります。この駅前後のシールドトンネルは、両隣の門前仲町と東洋町まで、全長 1.8 キロにわたって続いています。これは木場駅の両側で交差する運河をくぐるためでしたが、建設された1967年当時の技術では一度に掘れず、工区が分けられました。この駅の階段やエスカレーターがあるのは、資材の搬入などに使われる部分。それほど大きくないスペースに設備を入れたので、窮屈で貧弱な動線になったのです。そしてこの工事の特殊さは、この駅がシールド工法で建設されていることにあります。シールドトンネルはトンネル全体で荷重を支えるため、箱型トンネルと異なり、一部分だけを広げる工事はできません。そのためこの駅では、シールドトンネルの周りを地上から掘り下げて箱型トンネルを建設し、最後にシールドトンネルを解体する方法が採用されました。列車が走行するシールドトンネルでこのような工事が行われるのは、世界で初めてです。それに伴い、一部の線路が位置調整の容易なバラスト軌道に変更されています。ただしこの工事、先の2駅とは大きく異なる点があります。駅の構内には、工事のお知らせなどの張り紙がありません。実は去年夏、木場駅の改良工事が凍結されることが決まったのです。感染症の影響を受け、東西線の混雑率は2021年度には 128% にまで下がり、東京エリアでは5番目に順位を下げました。東京メトロでは2020年度に529億、21年度に134億円の赤字を出していることから、設備投資の一部を見直すことになりました。木場駅ではトンネルを掘り始めて間もない段階だったため、改良工事が一時休止されることになったのです。工事箇所をこのまま置いておくわけにはいかず、一旦掘った場所は埋め戻される予定です。工事には数年単位の時間がかかるため、今後朝ラッシュの混雑が再び激化した時、スピーディーに対応できるかには不安が残ります。東京メトロでは複数の路線で日中を中心に減便するダイヤ改正を行っており、不況はまだ続きそうですが、少しでも利用しやすい駅になるといいですね。ご視聴ありがとうございました。